ね、一番先に幸せなことはね、皆さんが幸せなことは、ね、亡くなってもね、亡くなった世界で生きているってことを知っていることなんですね。これはとっても幸せなことなんです。それは普通の場合は、亡くなった死んでしまえばそれまでよ。死んだら命がないものと思って、ところが死んだら命があるの。ところが死んだら命がないと思っている人は命がないでしょ。だから長い間眠って49日で目が覚めない。長い間眠っている。ね。眠っていて、まあ、少年によって起こされて、やるんだけども、これがまあ、その、命が続くっていうことが、こう、いつも思っている人はね、その目が覚めてすぐ新しい役に就くんですけど、命がそのままなくなっちゃうと思う人はなかなかそのね、ぐる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 回ってて、闇の中、ね、ないんだから、もうないものが、自分で思ってるんですから、思いが。だから、あるわけはないわけです。ね、わかりますね。ないと思ってるんだから、あるわけないでしょ。あるわけないとどこ行くかっていうと、目が覚めれば肉体生活、要するに地球のですね、肉体生活をしていると思うんです。あ、俺は一回来たなとこう思うんですよ。意識が出てくる場合には。死んだら意識も何もないと思ってるんですから。ほんと、意識が出てくる。ね。時には肉体があると思っちゃうんですよ。そういう誤解しちゃうんです。だから、魚さんなら魚さんだったとする。外を死んでから目が覚める。と、魚ってやってるんですよ、向こうで。大工さんは大工さんで高々とかやるんですよ。病気の人は病気で苦しい苦しいってやってるんですよ。死んでから。それを迷いのね、その肉体界でやってたことをそのままやるんですよ。で、ある点までそれが苦しんで、三段苦しんでくると、少年が目覚まさせて、要するに本当の目覚まさせるわけですね。それで、お前は死んでんだってことを知らせて、どっかやるわけなんです。ね。だから、みんなそうやって迷うわけで、肉体界と同じような生活をするんです。その肉体界と同じような生活をしている人はたくさんいるんです。死んだってこと気がつかない。で、いつか気がつきますよね。気がつかさせられないけど。さあ、皆さんの場合には、もう亡くなったら変な話だけどね、これまでやっとかないとやがては行くんと、誰でも行くんだから。亡くなったと思って亡くなったとこはすぐわかる。第一、ゴイ先生がいるし、ね、その霊団の人がいますからね、みんなが案内してちゃんと、あなたはここですよ、ここで働くんですって決まってるから、もうちっともその不安がないんですよ。で、親しい人が、響きとして、もう親しい響きの人が、こうやっていても皆さん気がつかないけど、ね、霊団の人がいっぱいいて、みんな常にこうやって交わってるわけです。だから亡くなって肉体が離れて向こう行っても、親しい人がたくさんいるんですよ。ね、顔を覚えてると、魂的にもう響きで親しい、ああ、この人は親しい人だ、なんて言うんだろうっていう人がたくさんいるわけです。そこへスーッと行くわけです。それで、あなたの仕事ここですよ。はいってこう、ちゃんと仕事を授かるわけです。ね、そうすると、不安が一つもない。就職すぐありついちゃうんですね。ね。霊界行って、まして、霊界行って、まず肉体界の仕事をしようと思ってね、いう形じゃ、全然、また、体がなくって、思いだけ肉体来てるんですからね。それはもうとてもバランス取れませんというところは、もう霊界行ってことは分かってて、向こうの仕事で助かるんだから、そのままそんな一方線でね、一直線でそこで安心立命して仕事ができるんですよ。もうそれだけでもってどれだけ幸せか分かりません。ちゃんともう行く先が決まって、ちゃんと決まってるんですから。それだけでもね、世界側の祈りだってみんな分かってるってことはもう大変な幸せですね。それにましてですよ、それにまして、ね、霊団の光が余計にもう危ないとかみんな助けてくれて、ね、苦労を助けてくれて、ちゃんともうこの位置を確保してくれるんですよ。だから、これ平和の祈りしてるってことはね、要するに、ゴイ先生に繋がったって、この肉体っていうよりもね、深海に繋がったってことが、もう、どれだけの幸せかわかんないです。どれだけの幸せかわかんないですよ。わかんない、全然ね、こういうこと知らないね、実に苦しいです。また、宗教入って、間違った宗教入った人はまた苦しい。ね、例えばこういう修行しなきゃさせられないとかってやらされてますね。そういう人は、そういう思いが入っちゃってますから。ほんと、亡くなってもね、肉体はなくなったとは分かるし教わってるからね。しかし、こういうしなきゃ、修行しなきゃならないと思い込んでるから、向こう行っても苦しい修行をするんです。しなきゃダメだと自分で思い込んでるんですよ。苦しい修行をするんです。ね。それはもう教えてる人、例えば教祖みたいな人も一緒に、その人亡くなった人はやっぱり苦しい修行をしてるんです。みんな、この教祖と同じところに、ね、同じところに行くんです。例えば、誰か何の誰っていう教祖がいて亡くなったとすると、その人を慕ってる、その教団入ってるとすると、その人と同じところに行きますよ。ね。その人が低いところにいれば、その低いところでもって、やっぱり苦しむんです。わかりますね。ところがうちの教えってのはそうじゃない。みんな消えてる姿ですよ。
あるのは神の命としての自分があるだけなんです。しかも世界平和の祈りをしていれば、宗教の大根もの中入れんだ。森先生もいいし、霊団者はみんないるんだって人分かったでしょ。で、世界平和の祈りっていうのは大体、世界人が平和でありますようにっていうと、大きな大きな大愛の心なんですね。神様の大愛の御心と人間の思いとは一つになるところですね。だから世界人が平和でありますようにという時は、自分の思いは、ね、大神様の心と一つになっているわけですよ。神様の心になっているわけです。あとは、ゴーソネがなんか、こんなこと大丈夫かなと思って、それはゴーソネが消えてしまったんですね。そうすると、自分だけでもね、世界平和の祈りやっている場合には、神様の中に入っているわけですよ。だから、神様の中ってのはずっと深海ですからね、必ず霊界深海のいいところで行くに決まっているなくなれば。むしろ、もう、こう、亡くなって、自分が寂しかった時は余計に平和の祈りしたい、ご先生って言いますからね、この、通説で言いますから、ね、余計に入っていくわけですよ。だから、必ず誘拐に前は必ず霊界な深海な行くに決まってるこれが。ね。そういうとこから来てる教えですからね。だから教えの通りに行けばそこへ行くに決まってる。ね。ところが、そうじゃなくてね、こういう祈りをしなきゃなんて、いろんな祈りを教わったり、ね、これだけの修行しなきゃなんないって言われると、あるいは、お前の心の影、お前の心を直さなきゃダメなんだっていうふうに言われると、ね、自分の中に心が、例えば誰だってありますからね、悪い思いが、私が悪い思いが、私は悪い思いがからダメだ、ね、救われっこないというふうに思っているから、これ救われないんですよ。悪い思いのところ行くんですよ。やっぱりこれ、やらなきゃ、それを取らなきゃ自分が上がらないんですよ。自分でね。よくアナに書いてありますでしょ。台場だったら、ね、お釈迦さんに背いたりなんかして、いろいろ悪いことしてるから、アナが一生懸命光を送っても、自分はダメだ、自分はダメだと思ってから、ね、光を送っても怒っちゃってて、ダメでしょ。ね。あれと同じように、自分でダメだと思ってるからダメなんですよね。わかりますね。だからそういう人はやっぱり低いところにいるんです。言っちゃってもね。もうあの世が分かっててもダメなんです。そういうのたくさんいますよ。宗教やった人たちやってこうやって見てると、どうしてあんなにやっててダメなのかと思うくらいにダメなんです。ね。そこはうちの宗教はそうでないんですよ。みんな消えてる姿なんです。それ頭の中入り込んでるんですよ。ね、自分たち表面でそうでないなと思ったって消えてる姿ってことはなんて入ってる。だから何があっても、消えてる姿で世界平和でありますよってやるでしょ。消えてる姿で世界人が平和でありますよっていう。だから、その向こうへ放り出されたにしても、誰も迎えに来ないにしてもですよ、例えば。放り出されたにしても、これは消えてく姿だ、世界人の平和でもありますから、いやでも、世界平和のような光の柱が立ってるんですから、その中に入っちゃってたら、いやでも上がらない、いらんないようにできてるんです。ね、楽にエレベーターって乗って上がれるようにできてる。まして、ちゃんと迎えにもカメラが、心霊がして、ちゃんと迎えて、こういう、決めてくれますからね、場所を。ちゃんとお前さんはここですよって決めて。それから苦労があったって、決まってるとこだからね、苦労があったってなんでもないですよね。ある種、ちゃんとポストが決まってりゃ、例えば苦労したって、どうせ私はあそこ行くんだから、この仕事をやるよっていうふうに、その仕事の苦労はどこでもあるわけだし、それがあることによって、また楽しみがあるんですからね。あんまり平易でもって、何も仕事がなかった、ただ遊んで暮らすって言ったら、死にたくなっちゃうんですね。どこだ、スウェーデンだかどこだかみたいにね、福祉国家でもって、素晴らしいね、国家はみんなやってくれる。ところが自殺者が多いってね、それは何かって面白くないんです。ね。人も興味ないわけですね。自分で働いて筋があったりして、やっぱり興味もあるわけです。ね。そういうように適当に向こうではやってくれるわけです。で、本住の地が決まってて、ちゃんと分かって、お前さんはここだって決まってんだから、例えば、下へ降りてって仕事したって、どうせまたここに帰ればいいんだから。ね。気が楽ですよ、とても。そういうふうにできてるんですよ。ね。そのために世界人類が平和でありますようにって祈り事は尊いんですよね。もう亡くなった先でもって迷わないっていうことがどれほどありがたいかわからない。死ぬことが怖くなくなるんですからね。それは習慣としてね、本能的に怖いことはありますよ。だけど、パッと決まってしまえば腹が座っちゃいます。ね。ここで死ぬんだって決まれば、もう腹が座って、もう何でもなくなりますね。誰だって死ぬときに、ね、死んだ方がいいと思ってる人は、いじめられていたら死んだ方がいいと思うけども、ね。いい立場にいて死んだ方がいいとは思わないですよ。思わないけれども、行けば行くで、これでいいんだと思いますね。これで消えてくる。私はこれで、地上の世界終わったんだ、ありがたいなっていう、世界人の平和であるみんなの天命が後されますよ。そうやりますもん。死ぬ時に必ずやりますよ。無意識のうちは潜在意識でやってますから、ほっとそのままいいとこ行く。だから楽なね、教えなんですね。楽に行ける。それだけでも皆さんは、もう本当に世界平和の祈りやってて、本当に幸せですよね。本当にそれだけでも幸せだと思うんですね。
それにも増してですよ、それにも増して世界平和の祈りをやっていることは大勢のためになっているから、その大勢を作ったって力がまた帰ってくるんですよね、こっちへ。感謝の思いが、皆さんは気がつかないでやってて、向こうも気がつかないで助けられてても、守護霊はなんかみんな知ってるわけですから、守護霊は、あの人の祈りによって私は助かった、うちの人は助かったと思って恩を返すわけです。守護霊が今度はまた応援するわけです。で、危ないところは向こうで助けたりする。で、光が帰って光が倍化していくわけです。ね、自分で気がつかなくてもそうなんです。だから20にも30にもまあいいわけですよね。これはただお説法にねベタなめ言ってんじゃないんですよ。本当にそうなんですね。その村瀬なんかは霊界ときなんかで書いてますけどね、本当にそうなんです。だからこそますますねのんびりと気を大きくして世界平和の祈りをやってらっしゃるというですね。それからぽっくり死んだりするのありますね。それはどうかというとね、今まで健康だと思っているわけですね。思ってるわけだけども、実は本当は業がいっぱい溜まっててね、もう溜まりきっちゃって、もう気がつかないでいっちゃうわけなんですよ。ね、ところが皆さんの場合は消えていく姿いつもなってるでしょ。いつも消えていく姿だなと思ってから行われてきて消えていく姿も出てくるかもしれない。病気として出てくるかもしれない。ね。それあくびしたりするかもしれない。ゲップするかもしれない。おならするかもしれない。とにかく何でもかんでも消えていく姿っていうものを知ってるんですよね。これ消えていく姿だなと思うときはそれだけ消えるんです、業が。だから業がそんなに溜まってないんですよ。ね。それですからあんまり不運の死をするってことはよほど前兆ですよ。よほど過去にすごい業があってね、どうしても不運の死を免れないっていう場合もある。あるいは、なんていうの向こうのいっぺんに主役するためにね、いっぺんに深海行って大きな働きするためにそういうことがあるかもしれない。そういう特殊な、ね、立場を除いては大体安らかにね、もう大体 99% は安らかにスッといけるようになってるんですね。いやもうなんて言いますか、周囲をうんと悲しませていくようなことにはならないんですよ。ね、そういうふうにできてるんです。だからまあ安心してていいんですね。もうぽっくり死ぬとすればね、死んだ方がいい時にみんな苦しまなくてみんなが安らかにあんないい顔して亡くなったって変な話ばっかりしてるけどね、質問がそうだからね、そう亡くなるようになるけどね、亡くなったらみんなの迷惑になるような時は亡くならさないんですよ。大体ね 99% はそういうにならないんです。特殊な場合だけを除いてね、そういうわけです。